皆さんこんにちは。マイナー内車マエストロチャンネルです。今回も引き続き NCP 一山型初代 WITZ-RS ターボパワードバイ TRD について詳しく解説していきたいと思います。前回の動画では前編といたしましてこの WITZ-RS ターボのベースモデルである初代 WITZ 欧州名ヤリスの誕生からの生い立ちやよりモアパワーを求める愛すべき変態ユーザーたちに対しての答えとして用意されたこの弾丸マシンの内容を当時のパンフレットをもとに詳しく紹介していきました。そして今回は後編といたしまして販売終了からかれこれ20年近くの時を経てもはや希少者の仲間入りを果たしたこの初代 WITZ-RS ターボをこれからも大事にしていく上で心がけたいことを実際に行われたリコールの事例やトラブルなどを紹介しながら当時の取扱説明書の内容に沿って深掘りしていきたいと思います。それではまずはボルトオンターボ車にとって一番シビアな設定ブースト圧について。TRD からのプレスリリースによれば設定されているブースト圧は最大で 0.65kg となっていますが実際にインマニ圧力を測った状態では最大で 0.55kg 程度のことが多いようです。僕が所有する個体もちなみにリアピースのみマフラー交換されていますけど3速で 0.45kg、4速5速で 0.5kg を少し超えるかといった感じです。この後お話しするエンジントラブルの事例としても紹介していますが、この TRD によって設定されているブースト圧、装着される車外マフラーの種類によってはかなり上昇してしまう場合があります。僕の実体験ではタービンアウトレットからの触媒レスマフラーでは高速巡航のハーフアクセルで軽く 0.7kg を超えてしまいます。さすがにそのブースト圧では色々な面でトラブルにつながってしまうので、この WITZ-RS ターボにはブースト圧の異常な上昇を防ぐ意味でもリアピース交換タイプの車外マフラーに留めておいた方が無難なようです。当時言われていた耐久性の不安について。正直なところこの WITZ-RS ターボ、ベースエンジンである 1NZFE エンジンの設計上の安全マージンをほぼ使い切っていると言っても過言ではありません。なので、車両の個体差によっては、車外エアクリーナーの取り付けやマフラーの交換など、標準設定のターボブースト圧よりもブースト圧が高まってしまうようなチューニングパーツに交換した場合、著しく耐久性を落としてしまうことがあったようです。具体的な弱点としては、その上昇しすぎたパワーに、もともと NA エンジン専用として開発されている 1NZFE エンジンの当時最新の最適化設計によって無駄を削ぎ落とした細身のコンロッドが耐えきれずに曲がってしまうっていう致命的なトラブルがあったようです。しかし、だからといって、元々の強度不足が原因だったというわけではなく、メーカーが設定した以上の無理なブースト圧をかけてしまった結果のことであり、事実、2023年現在の中古車市場を見る限り、20年近くの時を経て、10万キロ以上走行している個体がほとんどであり、中には40万キロ以上を走り、まだまだ好調な個体もあるようなので、無理なチューニングさえしなければ特別不安なことはないと思いますよ。そしてもう一つ、NA エンジンそのままの高い圧縮比を持つこのエンジン。廃屋ガソリンの指定をもってしても、かなりシビアなノッキングコントロールが要求されています。ちなみにここで言うノッキングとは、低回転時のカラカラとかコキンコキンとかいうような低速ノッキングではなくてですね、僕個人の体験した音感で恐縮なんですけど、なんかこう、ジャリジャリと粒の細かい砂利道の石跳ねのような音の中回転以上の領域でジャリジャリと発生する高速ノッキングのことを言います。この高速ノッキング、恐ろしいのはわずか数秒発生しただけで即エンジンブローにつながる可能性があることです。事実、この WITZ-RS ターボ、唯一のリコールの内容が、レギュラーガソリンを使用して走行を続けると、エンジンブローして出荷しちゃうので絶対廃屋ガソリンを使ってねって書いてあるシールを給油口と説明書に貼り付けるっていうなんとも言い難い内容のリコールでした。これは廃屋ガソリン指定のこの WITZ-RS ターボに燃料代をケチってレギュラーガソリンを入れて走ってたらエンジンブローしてしまったっていうクレームが、クレームですよ、クレーム。まあ、そんな自己責任なクレームが2件あったっていうことですが、まあ、なんと言いますか、世の中広いなぁと空を見上げてしまうような事柄なんですけどね。このエンジンブローの原因を私なりに考察しますと、廃屋ガソリンが指定されているこの WITZ-RS ターボに指定外のレギュラーガソリンを使用したことによって、本来はノックセンサーによってノッキングを感知すれば
点火時期をリタードさせて、ノッキングの発生を抑えるんですけども、レギュラーガソリンを使用したことによって、点火時期のコントロールだけではノッキングの発生を抑えることができず、連続したノッキングとそれに伴うデトネーションで、ピストントップの溶損などを起こしてしまったというのが僕個人の見解です。他にも点火時期がリタードしすぎて、不完全燃焼状態で排出された排気の生ガスが触媒装置を異常に加熱させて火災につながったなんていう見解もありますが、このあたりはちょっと確認が取れてませんのであしからず。また、このリコールの事例とは別に、キノコ型車外エアクリーナーを装着したことによる燃焼の狂いが軽いデトネーションを日常的に頻発させてエンジンブローにつながっていったケースもあったようです。いずれにしても、このビッツ RS ターボ、ベースエンジンの安全マージンをギリギリまで削った一言で言えばチューニングカーなので、TRD が設定した以上のブースト圧に上昇してしまうようなチューニング部品の交換。具体的には、後付けブーストコントローラーによるブーストアップや、触媒装置よりも前側からのマフラーの交換などは避けた方がいいでしょう。もしもこれ以上のパワーを追求する場合、エンジン本体の圧縮比の低減やピストン、コンロッドの強化は絶対に必要でしょう。あともう一つ、マフラー以外の注意点としてエアクリーナーのお話。剥き出しキノコ型クリーナーのメリットデメリットはここでは語りませんが、一般的に吸入抵抗を減らした車外エアクリーナーの多くは湿式乾式問わずエアフロセンサーが純正エアクリーナーに比べて汚れやすい傾向があります。徐々に汚れていくエアフロセンサーの計測特性のズレはやがて ECU 補正の範囲内でも安全マージンの少ない WITZ RS ターボでは重大なトラブルにつながってしまう恐れがあるので、吸入抵抗低減を謳った車外エアクリーナーへの交換には注意が必要です。実際に僕が所有している車両でも以前純正形状で高効率を謳う車外フィルターを使用しているときにエアフロメーターの汚れが原因と考えられるエンジン不調がありましたが、この時はアクセル回路に対しての加速の違和感を感じてすぐにエアフロセンサーの清掃を行って調子を取り戻しました。が、この時違和感に気づかずにアクセルを踏み続けていたらって思うとゾッとしますね。それではこの WITZ RS ターボの耐久性に対する重要なポイントを2点まとめます。本来であればオリジナルな状態が一番ベストなんでしょうけども、この車を選ぶようなマニアの方にはそうも言ってられないでしょうから、あえてのアドバイスを。車外マフラーに交換する場合、エンドピースまでの交換に留めること。で、実は以前はあったんですよ、フロントパイプからの競技用のやつが。そして車外エアクリーナー装着の場合はエアフロセンサーのコンディション維持に気を使うこと。これだけでほぼノントラブルで所有することができると思いますよ。今現在のタイムリーな話ではないですけどね。モデリスタ保証書について。それでは次にこの WITZ RS ターボのためにモデリスタから発行された保証書兼取扱説明書の中を見ていきましょう。これもまた少し癖のある内容が含まれていますので紹介していきます。ここまでこの WITZ RS ターボを解説紹介してきましたが、一つ言い忘れていたことがあります。冒頭からこの WITZ RS ターボは TRD が開発したチューニング車両などと紹介していますが、実際に仮装を請け負っていた会社はトヨタモデリスタインターナショナルっていう会社です。TRD が開発したパーツや流用部品を使ってトヨタの工場からラインオフした車体にモデリスタが仮装と整備を行ったコンプリートカーとなります。ここで初めてモデリスタっていう会社名が出てきましたが、さらっと紹介しますと、もともとはトヨタ自動車系列の中で福祉車両や救急車などの仮装を行っていたトヨタテクノクラフト内の一部門としてインテリアやエクステリアなどのカスタマイズを行っていた会社で、現在はトヨタグループの再編に伴い新しい会社名になりましたが、ブランド名としてはそのまま残ってます。話をこの取扱説明書に戻しまして、ページを開くと、一番最初の警告文が先ほどお話しした指定燃料の指示と注意が書いてあります。ここの部分に貼り付けてあるシールが例のリコール対策の部分ですね。今となってはこのシールに隠された部分に何が書いてあったかはシールを剥がさないとわかりませんが、次の行にもはっきりとレギュラーガソリンは使用しちゃいかんって書いてあるのに、それでも勝手にレギュラーガソリンを使って壊れたからクレームでシールを貼るだけのリコールってもうなんだかなって話です。で、次にその下に記載されている注意の項目。本車両は標準車両よりエンジンの出力が高くなっていますから始まるこの注意事項。トルクステアやスピードの出しすぎ、おまけにウェット路面では注意してくださいなんて、
これってメーカーさんがこの車はやべえぞってもう直接書いてるってことですよね。挙句にタイヤの摩耗が速くなる場合があるなんて、そんな注意書き。僕が以前乗っていた SW20 ターボでもそんな注意書きありませんでしたよ。しかも納車された時、シフトレバーにも同じ注意書きがぶら下がっているのを見た時、どんだけやべえんだって思いましたね。そして次のページ。アフターアイドルのことが書かれていますね。最近のターボ車ではあまり意識することが少なくなりましたが、一昔前はターボタイマーなんてのが普及してましたよね。つけたことないですけど。隣のページに目を移すと、エンジンオイルについての記述があります。この時代は API の最高グレードが SL 級の時代だったようですね。ここで注意したいのは年度の指定ですね。この頃すでに少燃費オイルが出回ってまして、ベース車両の推奨年度は 5W20 なんてのも許容されてたんですけども、この車両は 10W30 が指定されてますので、最近のトレンドである少燃費オイルはマッチングしませんのでご注意ください。ページをめくると、次はこの WITZ RS ターボに仮装された専用部品の一覧です。このうち映像にもありますが、WITZ RS ターボの本当の専用部品には YW6 から始まる番号がついています。これが WITZ RS ターボ用に開発された専用部品の証。ショックアブソーバーやインタークーラー、ECU やタービンなどの重要な主要部品に見ることができます。そしてこの一覧にある専用部品の中には、先ほども触れてますが、当時トヨタ自動車で生産されていた他の車種からの流用部品があります。今現在僕が把握しているだけでも、ラジエーターはプロボックスなどに採用されていたターボディーゼル用のもの、そしてインジェクターはセリカに搭載されていた 2ZZ エンジン用のもの、そしてフューエルポンプとクラッチカバーはカローラなどの 1ZZ エンジン用です。あとオイルクーラーは 2ZZ エンジンのマニュアルミッション車だけについていたオイルクーラーを流用しているようです。NCP13 型ビッツの生産終了から早18年。これらの主要部品の多くはもはやメーカー欠品状態で入手は困難になっている模様です。他社からの流用部品やラジエーターなどのジェネリック部品はまだなんとか入手できそうですが、肝心のターボチャージャー本体はもう無理でしょうね。壊さないようにしていきましょう。最後に、この NCP13 型ビッツ RS ターボを購入した当時の明細を紹介して終わりにしたいと思います。まだ消費税が 5% の頃ですが、ディスチャージヘッドランプやヘリカル LSD などのオプションと諸費用、値引きなど込み込みで205万円。今の感覚だとだいぶ手頃でしたね。それでも当時はコンパクトカーにそんな値段は高すぎるって言われたもんですよ。それでは今回は私マエストロの長年の相棒である初代 WITZ RS ターボパワードバイ TRD という一般的にはあまり知られていないマイナー車について当時のパンフレットや取扱説明書の内容をトレースしながらダラダラとうんちくを垂れ流してみました。他にもメンテナンスの動画や怪しい工作の動画をアップしてますのでぜひご覧になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。